さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、呪文のエフェクトについてです。前回の配信で、魔法陣のエフェクトを作成しましたが、六芒星だけのシンプルなデザインだったので、装飾を追加したいなぁと思いました。ということで、今回は呪文のエフェクトを作成してみます。まずは呪文エフェクトで使用する画像を用意します。今回のサンプルでは、左のような感じで、4行4列のテクスチャーを作成しました。架空の文字を16種類使用して、呪文のエフェクトを作成する感じですね。とりあえずはエフェクトで使用する画像を用意できたので、続いてはパーティクルの設定を行います。まずは呪文のエフェクトで使用するマテリアルを作成します。右クリックのメニューから新規でマテリアルを作成して、パーティクルテクスチャーに架空文字の画像を設定しました。今回のサンプルではシェーダーをアルファブレンドにしています。呪文エフェクトで使用するマテリアルを作成できたので、パーティクルのレンダラーモジュールに作成したマテリアルを設定しました。これで架空の文字が表示されるようになったので、続いてはテクスチャーシートアニメーションモジュールでランダムに文字が生成されるようにしてみます。今回の場合だと4行4列のテクスチャーを使用するので、左のような感じでタイルを 4×4 にしています。フレームオーバータイムを0に設定して、生成された文字が変化しないようにしました。スプライトシート全体からランダムに文字が選ばれるようにしたいので、スタートフレームにランダムな値が設定されるようにしています。これで架空の文字がランダムに生成されるようになったので、続いてはパーティクルの形状を設定します。今回のサンプルではリング状の呪文エフェクトを作成してみます。3D のプロジェクトであればサークルやドーナツなどの形状で割と簡単に作成できそうな感じですが、 2D の場合だとターゲットより奥に表示する場合は描画順などを制御する必要があるので、なかなか難しそうです。ということで、今回はターゲットよりも手前に表示するパーティクルと奥に表示するパーティクルを作成することにしました。まずは手前に表示するパーティクルを作成してみます。今回のサンプルではパーティクルの形状をサークルにしました。アークを180に設定して、モードをバーストスプレッドにしています。バーストスプレッドにすることで、パーティクルが均等に生成されるようになります。パーティクルを生成する数については、エミッションモジュールのバーストで設定します。今回は15文字表示されるようにしました。レンダラーモジュールでパーティクルの描画順を設定できるので、
呪文エフェクトを使用するオブジェクトよりも手前に表示されるようにします。これで手前に表示するエフェクトは作成できたので、同じ要領で奥に表示する部分も作成します。変更点はパーティクルの角度と描画順だけなので簡単に作成できますね。ゲーム画面に呪文エフェクトを表示してみると、描画順が反映されていることを確認できます。これで呪文のパーティクルがリング状になったので、続いてはパーティクルが回転するようにしてみます。パーティクルの回転については前回の配信と同様にベロシティモジュールで設定します。回転が速すぎると奥のパーティクルが前面に移動してしまうので、今回のサンプルではゆっくり回転するようにしました。ラジアルにプラスの値を設定するとパーティクルが中心から遠ざかる方向に移動するので、左のようなカーブを設定して終盤にパーティクルが拡散するようにしました。とりあえずは呪文のエフェクトが完成したので、エディター上で動作を確認してみます。パーティクルが拡散してフェードアウトしましたね。呪文エフェクトの角度を変更して2つ配置したバージョンも作成してみました。文字の色はカラーモジュールで設定しています。前回の配信で作成した魔法陣と組み合わせるとこうなります。呪文のエフェクトが追加されて魔法陣が豪華になりましたね。ということで本日はパーティクルシステムを使用して呪文のエフェクトを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。